エリックサウス監修2種スパイスカレーです。公式ページでは南インドカレーの名店エリックサウス監修の商品です。2種類の本格的なスパイスカレー、バターチキンカレー、キーマカレーが楽しめますと紹介されています。容器の真ん中のターメリックライスを仕切りにしてバターチキンカレーとキーマカレーが相盛りされています。ターメリックライスのてっぺんにはコリアル風の湯で人参のバター胡椒和えとアチャール風の紫キャベツの甘酢炒め煮がトッピングされています。蓋を開けるとスパイスカレー独特のクミンやカルダモンのエスニック感満点のフレッシュな香りが立ち上ります。少し遅れてバターの甘い香りが鼻孔に届く頃には過去に食べた時の記憶で耳の下あたりがギュッとなります。バターチキンカレーからいただきます。スパイスの爽やかで香ばしい香りとバターとココナッツミルクの濃厚で甘い香り、クリーミーで甘いソースはチキンのうまみとしっかりとした塩味、ピリピリとしたスパイスの刺激が重層的に混ざり合っていて味覚が直接刺激されているようです。キーマカレーは仕上げのガラムマサラ感が強いです。ベースはこちらもクミンですがより香ばしい風味で仕上げられていて辛みも強いです。原材料名には表記がありませんが山椒系のしびれるような辛みもありそうです。監修を担当するエリックサウスは2011年に東京の八重洲に1号店オープンした南インド料理専門店です。当時日本国内で一般的であった北インド風のカレーをナンでいただくスタイルに対して南インドの伝統的定食ミールスやスパイス炊き込みご飯ビリヤニを本格的に普及させたことではあまりにも有名ですね。今回のバターチキンカレーやキーマカレーなどの北インド発祥の料理も独自のアレンジで店舗でも提供されています。当然実店舗とは比較になりませんがコンビニ弁当では考えられないほどフレッシュ感のあるスパイスで食欲が刺激され続けます。税別648円でコンビニで入手できるスパイスカレーとしては圧倒的なコスパだと思います。おすすめです。ハッシュ野菜とキーマカレーのサラダご飯です。公式ページでは数種の野菜ともち麦入りのターメリックライス、キーマカレー、卵にスパイス香るすりおろし野菜ドレッシングをかけて召し上がっていただく満足感のあるサラダご飯ですと紹介されています。主な具材としてはキャベツ、皮付きじゃがいも、ブロッコリー、ナス、パプリカ、人参、玉ねぎ、かぼちゃ、ゆで卵、豚肉です。すりおろし野菜ドレッシングをかけていただきます。キーマカレーは豚ミンチをベースにしていてカルダモン、クミンが爽やかに香り、もち麦のプチプチもちもちした食感も心地よく喉を落ちていきます。油っぽさはなくさっぱりといただける印象です。皮付きのじゃがいもはホクホクかつしっかりとコリアンダーとクミンの香りが効いていてネパール料理のアルーダムのような食べ心地です。ブロッコリーやナスのシャクシャクした食感とマヨネーズ系の酸味、コリアンダーとカルダモン、クミンの爽やかな香りが組み合わさって普段のサラダとは違う食べ応えと温野菜ならではの優しい満足感があります。このお弁当の特徴の一つがローカロリーです。完食しても325キロカロリーで食物繊維は 8.2 グラム、少し小ぶりなお弁当ではありますが先ほどの2種スパイスカレーが576キロカロリーであることを考えるとかなりヘルシーな仕上がりです。食べてみた実感として分量的にも適切で十分な満足感があるのになんとなく胃が軽い気がするのはエスニック料理特有のマジックかもしれません。おすすめです。塩麹仕立ての味ご飯もち麦です。公式ページでは塩麹に漬け込んで焼き上げたアジをほぐして盛り付けたお弁当ですと紹介されています。ミニサイズのもち麦弁当でもち麦にアジのほぐし身に小松菜の炒め物と海苔の佃煮がトッピングされています。蓋を取ると
焼き魚特有の香ばしい香りと佃煮のお醤油の香りがほんのりと漂ってきます。ふわっとしたアジのほぐし身の食感と鼻に抜ける香ばしい香り。子供の頃少し苦手だった小松菜の炒め物の苦みはいつ頃から美味しく感じるようになったのでしょうか。塩麹特有のまろやかな塩味はかすかに青臭さを残したアジのうまみ、口もち食感のもち麦の甘みを一体化させてあっという間に喉を落ちていきます。塩麹がアジのタンパク質をグルタミン酸などに加水分解して身を柔らかくしっとりと仕上げて臭みまで抑制してしまいます。さらにアジ本来のうまみ成分であるイノシン酸と塩麹によって生み出されたグルタミン酸が結合することでうまみの相乗効果が発生します。ちなみにこの海苔の佃煮にはかつて昭和の時代瀬戸物の容器に入ってお歳暮の時期に飛び交った例の佃煮風高級ふりかけに似た風味があります。おすすめです。焼き鮭ご飯もち麦です。公式ページでは香ばしく焼いた鮭をほぐして盛り付けたお弁当ですと紹介されています。先ほどのアジに続いてミニサイズのもち麦弁当で焼き鮭のほぐし身にごぼうと人参のきんぴら、昆布と油揚げの煮物がトッピングされています。焼き鮭特有の少し甘い油感のある香り、きんぴらの醤油とみりんが加熱された時の香りが食欲を刺激します。鮭のほぐし身にはしっかりとした塩味があり、噛むたびににじみ出る鮭の甘い油と混ざり合って強いうまみとなります。さらにもち麦の炊飯過程や咀嚼によって生成されるグルタミン酸やでんぷんの甘みと混ざり合ってうまみが増幅されます。ほぐし身そのもののうまみやコクは先ほどのアジよりも濃厚で明らかに食べ応えがあります。アジがタンパク質のうまみだとすると鮭は油のうまみかもしれません。トッピングのごぼうと人参のきんぴらが明らかに異なる食感とうまみで食欲をリフレッシュしてくれます。輪郭のはっきりとした醤油の塩味とみりんのうまみ、少し香ばしいごまの香りとシャキシャキした食感で最後まで食べ飽きさせません。おすすめです。山梨県富士吉田市のご当地うどん、吉田のうどんです。公式ページでは固めのうどんとゆでキャベツ、すり種というごま唐辛子が特徴ですと紹介されています。主な具材はゆでキャベツ、油揚げ、わかめ、揚げ玉、長ネギです。吉田のうどんは日本一硬いうどんと言われるほど太くコシの強い麺が特徴で、トッピングとしては甘辛く煮た豚肉や馬肉、それと茹でたキャベツがポピュラーです。また店ごとに用意されるすり種は山椒や七味をベースにした粉状のものやラー油をメインに使った半液体状のものなど様々なものがあり、トッピングと同様にお店ごとに個性が出ます。うどんは太麺でコシが強く歯ごたえも相当しっかりしています。それに合わせて出汁はかなり濃厚で塩味も強いですね。飲み物は必須です。画面上の赤い点がすり種です。唐辛子を主体に花椒やごまも使われているようです。辛みとしては七味程度ですがうまみがより強く感じられます。個人的にはかなり気に入りました。おすすめです。さて今週のおすすめの一品はエリックサウス監修西スパイスカレーです。ココナッツミルクの濃厚で甘い香りのバターチキンカレーも辛みとコクの強いキーマカレーもどちらもフレッシュなスパイスを感じさせる仕上がりでした。市販のカレールー的な過不足のない予定調和的な味わいではなく、原材料名を見る限り首をかしげるような生々しいスパイス感を味わうことができました。昨年11月のビリヤニの時にも感じましたが、コンビニ弁当という条件設定でこの味は驚きです。
強くおすすめします。